コンケイクです。今回のテーマは、どうなる？あなたのお仕事です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、フォース集というスプレッドと、オラクルカード、ルノルマンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方のお仕事がどうなるかですね。そうですね。今後ですね、良い結果が出ていきます。ただ、その良い結果が出るだけではなくって、ご自分自身もですね、スキルアップしていくことでもっともっと評価されていくっていう形になっていきますね。はい。では、1枚ずつお話しさせていただきます。では、まず過去ですね。ソードのキングの正位置ですね。はい。過去は日々の業務を淡々とこなしていたっていうことなので、そうですね。あなた自身にとってはお仕事っていうのは、やるべきことをやっておくっていう感じで、ご自分自身がすごくやる気があったということではなかったのかもしれないんですけれども、ただそれってご本人には当たり前のことでもですね、やっぱりちゃんと業務をするっていうことっていうのはすごいことなんですよね。はい。それをですね、ちゃんと評価している周囲の方はいらっしゃったと思いますね。ちゃんとですね、あなた自身が業務を進めることができていた。ですね。ちゃんと真面目にやっていたってことですからね。淡々というと、なんだかこう、あまり面白みがなさそうな感じのニュアンスに捉えられるかもしれない。実際あなた自身もお仕事自体を楽しいとは思ってなかったかもしれないですけれども、それでもですね、着実にお仕事自体をやってらっしゃったっていうことなので、その点で言えばですね、評価にはつながっていたと思います。はい。では次が現在ですね。正義の正位置ですね。はい。見合った結果を出すっていうことなので、そうですね。あなた自身の報酬とかですね。現在の立ち位置とかですね。そういったところに見合ったあなた自身の結果を出していけることができますよっていう風になっておりますね。はい。で、その中でですね、ちゃんと仕事とプライベートの両立もできそうなので、あまりですね、残業が続くとかですね、そういったことは少なめなのかもしれないですね。自分自身のプライベートもですね、しっかり大切にできる。そういうところでも、今のところはバランスのいいお仕事なのかなっていう感じですね。はい。それだったらですね、安心かなと思うんですけれども、このままのペースがあればいいなと思いますね。ただ、人によってはですね、やはり、その、仕事をたくさんやって、お給料をしっかり取りたいとかそういうこともあるかもしれないので、難しいところではあるんですけれども、どうしても後々自分の体に関わってくることでもあるのでですね、無理はやっぱりしてしまうと、結局自分のお仕事に動ける体っていうのが弱っていってしまうので、だったらやっぱり今のような感じで、お仕事もほどほどに、プライベートもちゃんと過ごせるっていうくらいがいいのかなとは思いますね。はい。では未来ですね。ペンタクルの8の正位置ですね。はい。良い結果が出るという感じで出ております。はい。そうですね。あなた自身のお仕事のことがですね、今までも周囲の人からはちゃんと評価はされてたんですけれども、それが多分自分自身でも納得のいく、満足のいく結果になっていくのかなと思いますね。はい。やっぱりですね、そういった自分に目に見えて返ってくるものがあるっていうことは嬉しいですよね。そういうふうに未来では動いていくようです。
あとはですね、その中でも資格を取っておくと評価されやすいっていう風になっておりますので、もしお時間があるようであれば、そのお仕事に関係する資格とかですね、そういうのを取っておくと、さらに周りの人たちからもですね、あ、この人はすごく仕事をやる気なんだなっていう、勉強家なんだなっていう風にですね、評価が上がっていくっていうことですね。そうですね。そういったプラスの要素っていうのを自分自身で作っていくことも大事なのかなと思いますね。はい。はい。では、周囲ですね。カップのキングの逆位置です。気まぐれだったり、ずる賢い考えの上司に振り回されてらっしゃいますかね。そうですね。きっとあなた自身はすごく真面目なタイプなのかなと思うんですけれども、直属の上司だったりがですね、案外ずる賢くって、あなたにいろんなことを振ってきて、その上司の方は自分は大してお仕事をしてないとかそういうこともあるかもしれないですね。やっぱりそういう方に振り回されると、それだけ仕事のですね、効率っていうのも悪くなってくるので、もしも自分自身がそれを問題に思われるのであればですね、一度どこか職場内でですね、相談していただくといいのかなと思いますね。一番いいのはやっぱり人事部とかですね、人事課とかそういった部署だとか課とかがあればですね、そこに相談していただくのが一番いいかなとは思うんですよね。それで環境が大きく変わるかというと、その職場次第だとは思うんですけれども、ただこういった懸念がありますよっていうことを伝えておくっていうのは大事かなと思いますね。上司だからといってですね、ずっと言うことを聞かなければいけないとか、逆らってはいけないとかそういう時代ではないですからね。やっぱり良くないと思ったことはですね、お相手の上司に直接伝えることは難しくても、やはり言えることは言った方がいいのかなとは思いますね。やっぱりお仕事その分ですね、自分がスムーズに進むためには相談とかも必要です。なので、動けるところは動いていってほしいなと思いますね。はい。それでは障害ですね。ペンタクルのページの逆位置ですね。あなた自身の障害になることっていうのは、やはり勉強っていうことみたいですね。これは、勉強をしないことですね。そういったことが結局ですね、あなたの現状をそのまま停滞させてしまうっていうことにつながるのかなと思うんですよね。未来でも出たように、やはりあなたのスキルアップっていうのが結局はですね、必要になっていくのかなと思いますね。あなた自身の能力がアップすることでですね、お仕事にも幅ができる。そして、しっかりと、それなりの、手当がもらえたりとかですね。これから、給与が上がっていくとかですね。評価が上がっていくとかですね。そういったことにつながりやすいのかもしれないですね。なかなか時間を作って勉強するって大変だとは思うんですけれども、少しずつでもいいのでですね、自分にこの仕事の中で必要かなって思われる技術だとかですね、スキルだとかそういったところをしっかりですね、改めて学んでいくっていうことは、結局将来のあなたにとっては良いことなのかもしれないです。はい。では、最終結果ですね。カップの2の逆位置ですね。そうですね。この最終結果では意見の不一致で仕事がスムーズにいかない可能性もあるっていうことでですね。ここは上司の方かもしれないし、別の方かもしれないし、何にせよ何か自分とはどうしても合わないっていうですね、意見があるっていうことなんでしょうね。そうすると、やっぱりお互いに譲れないところがあると、そこからどうやって仕事進めていくのっていうことになりますからね。はい。で、そこでどうすればいいのかっていうのは、落ち着いて相手の意見を聞くことで、意見のすり合わせができるかもしれないっていうことなので、そうですね。結局、
あなた自身に動いてもらうしかないのかなとは思うんですよね。向こうの方がですね、動くのを期待すると、結局動かなかった時にものすごく損失が大きい。お仕事がどんどんと進まなくなってしまうっていう可能性があるので、それを待ってしまうよりは、自分自身がまず動いて、相手の意見をしっかり聞く。そしてすり合わせていく。ここは、賛同できるけれども、ここは賛同できないから、もうちょっとこちらに寄せられないかなとか、そういう感じで相談していくとですね、少しずつですね、歩み寄れるのかなとは思いますね。絶対にですね、どちらかが納得できる結果っていうのにはならないと思うんですよね。やっぱり意見が合わないときはですね。なのでそこでお互いにどの程度我慢するかっていうところを決めてもらわないとはいけないと思うんですけれども、あなた自身がしっかりですね、そこを、先導を切ってやっていくことで仕事もどんどん進んでいくのかなと思いますので、ぜひですね、そのように動いていってほしいなと思いますね。はい。はい。では、助言ですね。悪魔の逆位置ですね。はい。言い訳は一切やめることが大事ですという風になっておりますね。そうですね。あなたの場合はですね、やはりしっかりとですね、真面目な感じの、時系列的に見ても真面目な感じを、印象を受けるんですけれども、ただですね、やはり、ミスがあった時とかですね、何か仕事上でトラブルがあった時、そういった時にはですね、先にもし何か良くないなって思ったことがあれば、言い訳というかですね、自分自身のこうでっていうのを話すよりも前に謝るっていうことが必要なのかなと思いますね。この漢字を見ているとですね。多分自分の主張って言いたいですよね。だってやっぱり何かしらミスがあったとしても全部が全部自分のせいであるっていうことってなかなかないとは思うんですよね。外的要因だったり、そうですね、周囲の人たちとのいろんな関係によったりとかですね、もうそれは本当にそれぞれ変わるとは思うんですけれども、なのであなただけが悪いとも言えないんですけれども、そこをですね、先に自分の発言、自分自身の考えとかを言ってしまうと、そこが、仕事のですね、人間関係とかそういうところに、悪い方向に行ってしまうのかなとかですね。言い訳だとは思わなくても、言い訳に聞こえるとかですね。人それぞれの捉え方があるので、そういう可能性があるので、まずは謝る、謝罪するっていうことが必要なのかなと思います。その後にちゃんと原因を究明していく。自分のここが原因だったとかですね。外的要因であれば、ここが、問題だったと思うので、次はこうしていきますっていう風にですね、言っていくとかですね。なかなかですね、最初に謝罪をしないと人ってすぐにですね、言葉を受け止めてくれないっていうこともあるのでですね、血が昇った人とかでですね、お仕事だから冷静にやってほしいんですけれどもね、そういう人ばっかりじゃないんです。はい。そういう人ばっかりじゃないので、そういうところでですね、自分が折れるっていうことも必要なのかなと思います。はい。ではですね、ルノルマンカードの助言ですね。こちらがコウノトリになりました。はい。変化することを恐れず受け止めましょうっていうことでですね。これはですね、やはり今までのその日々の業務をただこなしていたという状況からですね、しっかりとスキルアップをしていきましょうっていう風になっていく可能性が高いので、そういったところにですね、あなた自身のその仕事の周りの環境とかが変わっていくかもしれないんですよね。そこをですね、恐れずに受け止めることで進みやすくなっていくのかなと思いますね。自分はまだここにいたいみたいな感じでですね、ずーっとそこに留まっているよりは、もういっそ変化してしまうなら、自分はもうそれを受け入れて進んでしまおうっていう風にですね、飛び乗っていくっていうことが大事ですね。自分自身の何かを連れてくる、そういった感じで
ちゃんとですね、自分の幸福になるための新たな変化っていうのを持ってきてくれるっていう風に考えていただくといいのかなと思います。はい。はい。では、オラクルカードの助言ですね。はい。あなたはこれを生き残るでしょう。はい。そうですね。いろいろとお仕事大変な面もあるような感じのイメージがありましたけれども、ちゃんとですね、生き残ることができます。あなたのお仕事っていうのはしっかりとやり遂げることができますよっていう風になっておりますね。はい、そこはご安心ください。そしてもう一枚のカードが死ですね。物事の終わりに立ち向かうことはいつでも難しいものですっていうことなので、ここはどこにつながっていくのかなっていうのもいろいろ考えるんですけれども、そうですね。お仕事、やっぱりそれなりに一区切りついて終わることっていうのはたくさんあると思うんですよね。企画だったりとかですね。依頼だとかですね。それぞれあると思うんですけれども、そこに向かうまでの終わりに立ち向かうまでっていうのは、やっぱり難しいこともたくさんあると思うんですよね。はい。ご依頼者さん、お客様がいらっしゃった場合は、その方とですね、しっかり話をして、お客様の納得いくような結果につながらないといけないっていうのもありますしね。職場内だけで終わるようなことでもですね、あなたの場合はやっぱり気まぐれな上司っていうのもいらっしゃるので、そういった方たちの満足いく、納得いく結果につなげるために、いろいろと困難、苦しいこともあると思うんですよね。ただ、そうですね、先ほど言ったオラクルカードの生き残るっていうこと、そっちをですね、重き置いていただけるといいのかなと思いますね。はい。難しいかもしれないけれども、あなたはちゃんと立っている、ちゃんと生き残っているというふうに考えていただいて、今後のお仕事もですね、しっかりやり遂げられますよっていうふうにですね、考えていただくといいと思いますね。はい。そうですね。なかなかですね、未来の方で良い結果は出ておりますので、これからですね、しっかり評価はされていきます。で、お仕事の中でどうしてもですね、同僚の方とか上司の方とですね、意見が合わないこともあると思うんですけれども、それをですね、あなた自身がコミュニケーションを取ることで、仕事を円滑に回すこともできると思います。はい。それはですね、あなたにはしっかり力が備わってると思いますので、はい。よろしければですね、あなた自身がまず動いてみて、もうお相手の方たちがですね、動くのを待つっていう風にですね、してしまうよりは、しっかり自分が動くこと、変化を恐れずに受け止めていくこと、そういう風に考えていってください。はい。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方のお仕事についてですね。はい。あなた自身がかなりパワーがある感じなのでですね、お仕事しっかり実績を作っていくことができますね。それによって自信が出てくるので、このままですね、お仕事を続けていくことっていうのがですね、できると思いますね。はい。では、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。力の聖地です。根気強く忍耐を持って仕事を頑張っていらっしゃったっていうことでですね、過去のお仕事は結構ハードだったのかもしれないですね。あなた自身がいろいろと我慢をしなければいけなかった状況っていうことで、辛かったところもあったかもしれないですね。そうですね。残業が多かったりとかですね。お仕事内容自体が自分自身にはあまりですね、重すぎて大変だったとかですね、そういった可能性もあるかなと思いましたね。はい。それでは現在ですね、カップのページの聖地です。ダメなものをダメなまま終わらせないパワーがあるっていうことなので、あなた自身のそのお仕事の力ですね。例えば、失敗があったとかですね。何かしらおかしいなっていう部分が出てきたりとかですね。そういった点でも、しっかりあなた自身がフォローができるっていうことですね。それでですね、
結局お仕事としては成功していくっていうことですよね。だから最初はですね、やはりちょっと大変だなって思われるかもしれないんですけれども、それをですね、有り余るほどのパワーでカバーしていけるっていうことなので、結局はですね、良い方向に向かうっていうことなので、ご安心いただければなと思いますね。はい。では、未来ですね。ワンドの4の逆位置ですね。はい。目標達成後も満足できないことがあるっていうことでですね。はい。これはですね、あなた自身が、もしかしたらですね、これよりもっと上に行きたいっていうですね、気持ちが湧いてくるからこそかもしれないですね。ちゃんとお仕事の目標は達成できる。だけれども、これだけじゃですね、自分自身はまだまだ足りないと。もっともっと上に行きたい。もっともっといろいろやっていきたいと思われるっていう、ある意味転換点になるのかもしれないですね。はい。それ自体すごくいいことだと思いますね。きっとその現在のパワーっていうのが未来でも続いていったのかもしれないですね。それだけあなたのお仕事っていうのがしっかりできるからこそ、で、あとは向上心があられるってことですよね。それによって、今後ですね、あなたのお仕事内容とかですね、そういったところも変わっていくかもしれないですね。そういう風に変化をしていくっていうことはいいことだと思いますね。はい。では、周囲ですね。こちらがテンタクルの4の逆位置ですね。はい。周囲の方が、どういった方がいらっしゃるかっていうと、ワンマンで柔軟性を書く方がいらっしゃるっていうことなので、そうですね。一人でいろいろやってしまって、さらに頭が硬いっていうタイプってことなので、結構こういった同僚の方か上司の方か部下の方かわからないんですけれども、そうですね。ちょっとやはりお仕事はしにくいタイプの方かもしれないですね。一人で頑張るっていうことは別に悪いことじゃないとは思うんですよね。ただやっぱりお仕事ってどうしてもチームでやっていくところもたくさんあるので、そのあたりをですね、無視してしまってるっていうのは、問題かなとは思いますね。そこをですね、ある程度、みんなで協力していこうっていう風に動いてもらうためにですね、何かしらしないといけないのかもしれないんですけれども、ちょっと結構こちらの方、意固地なところがありそうなので、黙って見守るしか、今のところは対処としてはしようがないのかなとは思いますね。一人で頑張るってことは結局一人で失敗してしまっても一人の責任になるっていうことなので、もうそこはですね、その人自身でいろいろやるしかないのかなと思います。はい。本当に助けを求めてきたとかそういうことになったらですね、ちゃんと助けてあげるとかですね。もちろんお仕事としてやることなので、必要なことはしっかり相談していくとかですね、話していくっていうのは、大事だと思いますね。それで勝手に一人でやるから、もう知らんっていう感じでですね、スルーしてしまうと結果的には良くないと思いますので、離れたところから見てはいるけれども、大事なことはしっかり話していきましょうねっていうところですね。連絡事項はやっぱり大事ですので。はい。では、障害ですね。こちらがカップの8の逆位置ですね。はい。諦めてしまうことがあなた自身の障害になってしまうかもしれません。その点はですね、やっぱり目標達成後も満足できないぐらいの、なんかエネルギーに溢れてらっしゃる感じなので、そうですね。想像を諦めるっていう気持ちにならないとは思うんですけれども、ただですね、やっぱりいろいろあって、これはダメかもしれないって、やっぱりお仕事いろいろありますからね。はい、そういったところで諦めてしまいそうになるかもしれないんですけれども、そういった時にですね、ダメ元でいろいろやってみる。例えば、ご依頼者さんとか、お客様とかですね、上司の方とのやりとりとか、いろいろ交渉することがあると思うんですけれども、そういったことをダメで元々で交渉することが動くきっかけになることが結構あるようなので、なのでもうダメだっていう風に最初から諦めて動かないよりは、もうこれは
当たって砕けろだっていうところで、動いていくと、お仕事自体も、だんだんと進みやすくなっていくのかなと思いますね。はい。では最終結果がどうなるかっていうとですね、ワンドの2の正位ですね。はい。最終的には自信が芽生える、それぐらいのお仕事の力量がちゃんと育っていくっていうことですね。はい。実績も評価されるっていうことなので、それ自体もやっぱり自信につながっていくのだと思いますね。はい。人によっては舵取りを任されることもあるかもしれないので、その点ではですね、やはり、舵取りを任されるぐらいっていうことなので、満足できない部分を補ってくれるかもしれないですね。あなた自身がそれをやりたいって思われるのであれば、どんどん積極的にですね、やりますっていう風に言っていただけたらいいなと思いますね。そうですね。いろんな頑張り方あると思うんですけれども、何にせよ最終的にはですね、あなた自身のそのお仕事に対するですね、頑張りが、ちゃんと周りの人たちが見てくれて、褒めてくれる、評価される。評価されるってことは、やっぱり今後のですね、あなた自身の、お給料だったり、待遇だったり、いろんなところにつながっていくと思いますので、とてもいい結果になっていくのではないかなと思いますね。はい。では、助言ですね。カップのナイトの正位です。はい。人脈を生かすことが大事です。周囲と歩調を合わせてくださいっていうことで、そうですね。周囲の方のところで出てきた人が結構一人でいろいろ頑張っちゃうタイプの方だったので、助言でちょっとこういうところが出てきたっていうことは、また別の人たちとの信頼関係が大事になってくるのかもしれないですね。あなた自身が一番気になってるのがもしかしたら、そのワンマンの方が、ちょっとやっぱりですね、仕事をする上で、ちょっと困るなって思われてるからこそ出てきたのかもしれないので、それ以外の、あなたとしっかり良好な関係を築ける方、ちゃんと協力してくださる方っていうのを味方につけて、そちらを活かしていくことで、あなた自身のお仕事も、やりやすいようになっていくと思いますね。はい。そしてあなた自身も、お相手の方たち、周囲の方たちとしっかり歩調を合わせて、まさにチームですよね。はい。チームとして頑張っていくことで、お仕事の良い結果につながっていくと思います。はい。はい。では、ルノルマンカードの助言ですね。手紙です。大事なことはメモをすること。すごく基本的なことではあるんですけれども、ここをやっぱり改めて思い返して見ていただくといいのかもしれないですね。やっぱり慣れていくと、もうそこは、手慣れたものっていう感じでですね、手癖でやってしまうこともたくさんあると思うんですよね。だけど、あれこれってどうだったかなっていうことちゃんとメモを取っておくと、何かこう、ふと疑問に思った時に見返せるっていうメリットがあると思うんですよね。自分は大丈夫だからっていう方もいらっしゃるかもしれない。だけれども、そのあたりはですね、自分の中で、これってどうだったかなって、もちろん人に聞きやすい環境にあるのであれば、何かこう、度忘れしてしまった時でもですね、聞けるとは思うんですけれども、やっぱり皆さん忙しいとかですね、聞きにくいなっていう時に、自分がちゃんとメモだとか、書き込んでおくことで、思い出して、そこからまたお仕事、そうだったっていうふうに思い出して頑張れるっていうところもあるので、そうですね。手紙自体がやっぱり文字とか文章とかそういったところがすごく重要視されるカードになりますので、ことですね。書くことが必要っていうことです。はい。そうですね。時にはやっぱり初心を思い出して、自分が大事だなって思うことをメモを取るっていうことも時々思い返してみてほしいなと思いますね。はい。オラクルカードの助言です。あなたは重荷ではありません。私たちはあなたを迎えることができて幸運です。なんだかこのメッセージは職場の方たちからあなたに向けて言ってるようなメッセージですね。はい。あなたのことがすごく
大事ですよっていうことですよね。あなたを仕事の職場の一員として迎えることができてとても幸運でしたと言ってらっしゃる。すごく歓迎してらっしゃるっていうことですね。ですね。もちろん、その最終的にあなた自身の実績が評価されるぐらいなので、多分あなたの頑張りっていうのはいろんな人が見てくださってるんだと思いますね。はい。そういったところがメッセージにも現れたのかなと思います。はい。ではもう一枚ですね。進化になります。さなぎが蝶になろうとしています。はい。そうですね。ここはですね、あなたのその目標達成をますますですね、上げていくことで進化を遂げていきますよっていうことですね。やはりあなた自身がこういろいろとリーダーシップを取りやすくなるというか、昇進する可能性も出てきそうですね。この感じを見てるとですね。人によっては今の段階が、パートさんとか、臨時職員とか、そういうこともあるかもしれない。嘱託職員もありますよね。はい。そういう職員さんから正社員になる可能性が出てくるとかですね。いろいろとご自分の中で進化していくお仕事の自分の立場っていうのがですね、成長していくっていうことですね。そこでますます輝いていけるっていうことなので、喜ばしいことだと思いますね。はい、そうですね。あなた自身がすごくお仕事に対してパワーを持てるような感じなのでですね、今後もですね、どんどん活躍していけるのではないかなと思いますね。はい。あとは、そうですね。さっきも言ったような感じで、やっぱりチームを大事にする、職場の仲間を大事にすることは、しっかり必要。あとは、初心を思い出してメモを取るっていうことも時々思い出してもらう。そういう風に動いてもらうといいと思います。はい。よろしければこちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方のお仕事がどうなっていくかということなんですけれども、あなたの場合はですね、どちらかというと、人に助けられることもあれば、身勝手な人に振り回されることもあるっていうことで、お仕事の中の人間関係でいろいろとあるっていう可能性がございますね。はい。では、1枚ずつお話しさせていただきます。はい。ではまず過去ですね。ワンドの4の正位置になります。仕事での問題がなくなり、肩の荷が下りるっていうことでですね。過去には一旦大きなプロジェクトとかですね、ご自分のお仕事のいろいろと大変だった部分っていうのがなくなっていく、解消していくことで、ご自分も安心ができる状況になっていたのかなと思いますね。はい。もしくは、もしかしたらそのお仕事自体を辞められて、新たな環境に転職するために、一旦はそこから離れていったっていうことで、肩の荷が下りたっていう可能性もありますかね。はい。何にせよあなた自身がちょっと今まではもう緊張状態が続いていたっていうことなんでしょうけれども、そこから離れることができたっていうことですね。はい。それでは現在ですね、ワンドの2の正位置です。現状に限界を感じて次を目指す。はい。そうですね。今、ちょっとお仕事に対してご不満がある感じなんですかね。今の段階だと、あんまり自分的には納得のいかない待遇というか、お仕事内容とかですね。そういったところがあるのかもしれないですね。それで、次を目指すっていうのが、本当にそれぞれだとは思うんですけれども、転職されるっていう可能性もありますね。それよりも、また違うお仕事の中で何か見出してやっていくとかですね。そういうところがあるのかなと思うんですけれども、はい、こちらですね、目標達成は近いっていうことなので、今、いろいろと次に
いこうっていうふうに思ってらっしゃる。その中でご自分でこうしたいとかですね、思ってらっしゃることっていうのは必ず達成していくように動いていけるのかなと思いますね。はい。はい。では次が未来ですね。ワンドのキングの逆位置ですね。未来はですね、ちょっと人間関係、お仕事の人間関係で、苦労されるかもしれない。周囲を萎縮させる身勝手な人がですね、現れるっていうことで、すでに現れてる可能性もありますけれどもね。はい。その人が、未来において結構あまり良くない影響を与えるっていう感じですね。周囲を萎縮させるっていうことはそれだけお仕事が円滑に回らなくなるっていうことなので、ものすごく困りますよね。そうですね。で、身勝手っていうことなので、多分、こちらが何を言っても聞かないと思うんですよね。自分のやりたいことをやる。ちょっとやっぱりパワハラ気味パワーハラスメントをしてそうな感じのタイプですよね。ちょっと怒れば他の人たちが言うことを聞いてくれるから、自分の機嫌の悪さを見せることで人をコントロールしていくとかですね。そういったタイプの方がやはりお仕事仲間にいらっしゃるっていうのは、あなただけではなくてですね、他のお仕事の仲間の人たちもすごく嫌な思いをされてると思うんですよね。このあたりはですね、その人の言うことをずっとですね、黙って聞いてるっていうよりは、これが直属の上司とかだったらですね、上司に相談しても仕方がないっていうところがあるので、もし上司じゃなくて、同僚だとかそういうタイプの方なんだったら、上司に相談するのが一番いいと思いますね。はい。そうでなければ、例えば人事の方に相談してみるとかですね。リスク関係の管轄の課とかがあるんじゃないかなと思うんですよね。ちっちゃい会社だとなかなかそういうのもないっていうことも聞きますので、そうなってくると、このあたりが難しいところではあるんですけれども、でもこの人のせいで多分滞るお仕事が多くなるっていうところもあるので、かなり要注意だとは思いますね。はい。もうその方のご機嫌取りに動くためにいろいろと苦労されてしまうっていう風になっては、結局お仕事が回っていかないので、その人の言うことっていうのはもう話半分に聞いて、自分のやることをしっかりやるっていうのがいいと思いますね。ちょっとその人がですね、やはり偉そうな感じで言ってくるっていうところはあるんですけれども、だからといってその人のせいであなたや他の人たちが、それを損害を被るっていうのはやっぱり違いますからね。本当にこれが大きな問題に発展しそうなのであれば、もし小さい職場とかであれば、外の外部のお仕事の相談とかですね、そういうのに言ってみるっていうのも一つの手かなと思いますね。労働基準局が一番わかりやすいかなとは思うんですけれどもね、日本だと。はい。そういうので、いろいろちょっと模索してみていただければなとは思います。はい。どちらにしてもこの人は、相手をする必要はないと思います。ですね。聞いてますよみたいな手を取って、あまり本気にしないっていうことが一番だと思いますね。はい。それでは周囲ですね。こちらがカップの9の聖地です。ここで未来と一緒のようなものが出るかなと思ったんですけれども、そうではなくって、こちらにはですね、精神的にゆとりのある人がいらっしゃるっていうことで、はい。この方っていうのは、あなたが成功を手にするために、とても重要な人っていうことなので、しっかりこの方は頼りにしていきましょう。そうですね。職場、いい人もいれば悪い人もいるっていうことで、今回その周囲に出てきたのは、あなたにとってとても良い方なんでしょうね。ちょっと落ち着いた雰囲気。
どちらかというと年上のような感じにも見えますけれども、ゆとりになる人っていうのはですね、年齢に限らずちゃんと成熟した方いらっしゃるので、そういった方がですね、そういえばこの人そういう感じのタイプだなっていう方いらっしゃれば、その方とですね、しっかり連携とってお仕事をしていってほしいなと思います。はい。では次が障害ですね。審判の聖地ということで、あなたの障害になってくるのが問題の再補助っていうところがあります。過去に何か問題が起きたこと、そういったことが今更出てくるのっていうところがあるのかもしれないですね。ここはですね、なのでもしかしたら過去に起こったことかもしれないので、それをですね、今更覆すっていうことは難しいので、もしその問題が再浮上した時はしっかり対応していただくっていうことが一番、今お話ししたので心構えをしっかりしてもらうっていうことがいいと思いますね。はい。慌てると、いろいろと大変だと思うのでですね。そういえばこんなことをパンケーキホイップクリームが言ってたなみたいな感じで思い出してみていただければ、はいですね。もしも今段階に起きている問題が何かあるようであれば、その件はできるだけ早めに自分の中で解決していく、お仕事を解消していくっていうと、その後のその障害の部分で問題として出にくいっていう風にはなってくるかもしれないので、そこも意識していただくといいかもしれないですね。はい。はい。では最終結果ですね。カップの6の正位置です。人脈の活用。過去の経験が生かされるっていう時になりますので、そうですね。本当にいい人がいらっしゃるんだと思いますね。あなたの周りには。あなたがしっかりと活かせる人脈がある。あなたは多分慕われてるんだと思いますね。はい。そういった方たちは大事にしていただいて、それによってお仕事をですね、スムーズに進めていっていただきたいなと思いますね。そしてあなたの今までやってきたこと、頑張ってきたことがしっかり活かされる時っていうことなので、そこですね、ご自分の力を存分に発揮していただきたいなと思いますね。はい。ですね、最終結果においてはですね、お仕事うまくやっていけそうなので安心いたしました。はい。では、助言ですね。ソードのナイトの逆位置になりますね。はい。忙しい時こそ落ち着いてください。急ぎすぎるとミスも起こりやすいので、そうですね。やっぱり慌てちゃうとですね、それだけ小さなミスっていうのが積み重なるとだんだん大きなミスになってしまうということもあるのでですね、お仕事でバタバタしてしまうこともあると思うんですけれども、それでですね、うっかりミスがないようにご自分の中でしっかり優先順位を作るっていうのはやっぱり大事ですよね。これをまず終わらせる。次はこれ、次はこれっていう感じでやっていく。その中で、やはりミスがないかっていうのをダブルチェックしていくとかですね。自分に余裕がないときは、例えば他の方に申し訳ないけれども、この書類とか、パソコンのデータとかですね、ミスがないかチェックしてくださいとかですね、頼んでみるとか、とにかく慌ててしまうといろいろと出てしまうっていうところがあるので、そこは気をつけていきましょう。はい。そして、ルノルマンのカードですね。こちらが2になります。はい。社交的な態度で臨もうということですね。はい。リラックスできる場所へ行こうとも出ました。社交的な態度っていうのはそうですね。あなた自身がしっかり人脈が持てるぐらいの方なので、今後もですね、あなたにとって、この人とならしっかりと職場の仲間としてやっていけるなっていう人と、積極的に交流していただけたらと思いますね。そしてですね、庭ですからね、やはりご自分が本当にお仕事で疲れた時、そういった時には、たまにはですね、ご自分のリラックスできる場所へ行って、自分の心身を休めるっていうこともされてくださいね。そう。やっぱり休日でもお仕事のこと考えてしまうっていう真面目な方もいらっしゃるんですけれども、ずっ
と、その頭の中にお仕事のことばっかりあると、疲れてしまいますから、そういったものから離れられる場所に行くとかですね。とにかく自分が安心できる場所にいて、そこでリフレッシュしてから、またお仕事に向かって頑張るっていう風に動いていくと、円滑に進んでいくのかなと思いますね。はい。では、オラクルカードの助言ですね。はい。あなたがゴミのように感じるからといって、あなたがゴミであるという意味ではありません。はい。そうですね。あなたのお仕事ぶりがですね、あなたにとっては、大したことないとかですね、全然できてない気がするって思ってらっしゃるかもしれない。でも、それは全然そんなことはないんですよっていうことですね。しっかりお仕事もこなしておりますし、で、あなたの場合は人間関係でもですね、ちゃんと頼ってもらう、頼れる相手っていうのもいらっしゃるのでですね、きっとお仕事としてはちゃんとできるはずなんですよね。だからあまり自分を卑下しすぎない、下に見すぎると、今度はその身勝手な人とかに利用されてしまうっていうこともあるので、ある程度ですね、自分ができたこと、これぐらい大したことないって思ったことでも、実は他の人はできないことだったりするのでですね、まずは自分が、これができたっていうところを認めてあげるっていうことが大事だと思いますね。はい。そしてもう一枚のオラクルカードが勇気ですね。自分がどこから来たのか、どれだけ遠くまで来たのかを忘れないよう、過去や未来に目を配り、まだやりたいことや達成したいことを考えましょう。はい。そうですね。お仕事をやっていく上で自分が見えなくなることもあるかもしれません。はい。でもやっぱり過去にですね、やってきたことっていうのは必ずあなたの身になっておりますし、今後の未来っていうのもですね、いろいろと可能性は無限大です。あなたのお仕事で活躍する場っていうのたくさんあると思います。はい。なので、自分がやりたいこと、達成したいことをしっかり考えていって、前向きに進んでいきましょうというふうに捉えていただければなと思いますね。はい。はい。そうですね。あなたの場合はですね、全体的なものを見ましてもですね、しっかりと、お仕事としてはですね、堅実に、結果を残せるという感じがいたしましたので、で、やっぱり職場の仲間にも恵まれている、一部を除いてっていう形にはなりますけれども、その方以外はですね、しっかりあなたと連携をとってお仕事ができるっていうことなので、はい、頼りながらですね、どんどんとお仕事を進めていってほしいなと思いますね。はい、前向きにできることもたくさんあると思います。はい。ではですね、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。